こんにちは、アンナスです。今日は図案の配置の仕方のポイントの説明をしたいと思います。多分ちょっと上達してくるといろんな図案を混ぜて自分なりの作品を作ろうって思うことがあると思うんですけど、その時にどういうことを気をつければいいのかっていう説明をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、図案をいろんなところからたくさん図案を持ってきて自分の世界を作ろうと思った場合ですね、例えば刺繍枠とかその中にいろんなちょっとちっちゃいですけどいろんな図案をこう詰めて自分で並び替えたりした時にどうすればうまくいくかっていう話なんですけど、だいたいこの4つぐらいがあります。左右対称シンメトリー。左右対称は割とね初心者向けというか同じもの、これ左右対称の図案なんですけど、左右対称っていうのは見た時にすごく見やすいんですね。すっきりしていてこういういろいろごちゃごちゃあるものってって言ってこうパッと見た時に何って分かりづらいんですけど、こういうものって物が分かりやすい。最初見た時にも1秒2秒でパパパってこう理解ができるんで、全体の図案がね。なので見る方にもとても分かりやすい図案にもなるし、作る時にも結構単純なんですね。で左右対称っていうのは、例えばですけど、お花とかがやりやすいですね。お花、例えばこういうお花の図案がありますね。これ菜の花ですね。例えば菜の花の図案を今お花がこういう感じでちょっと今単純に描いてますけど、こういう感じのお花があります。そしたらパタってひっくり返してコピーするなり何かしてこううまいことやってもらうといいんですけど、これで左右対称になりますよね。でここにさっきのうさぎじゃないですけどうさぎをこう入れると、でちょっとここに隙間が空いてるからまたお花の図案をまた左右対称に入れるみたいにすると、これで一つの図案になるんですね。だから自分でアレンジする時にいろいろこう左右対称反転させたりとかするといろいろアレンジができます。なので左右対称はね結構楽です。楽だしいろんな図案を持ってきた時に作りやすいと思います。まずこれが一つで、重力っていうのはこういうちっちゃい図案だとそこまで感じないですけど、例えばこの表紙、和の刺繍の表紙なんですけど、結構下にねごちゃごちゃものがあるんです。お花とかがいっぱいあって、で上はあんまりやらない。これ上にお花がたくさんこうあったりすると結構重く感じるんですね。だから上は割とこう隙間がいっぱい空いていて、下は割と密に刺してあるみたいな感じ。これもそうですよね。これも別にこれでも可愛いと思うんですけど、こうお花がこうあってこういううさぎになっているよりもこっちの方が見やすい絵がすごいんですけど、こう上に重いのが来てるよりも下にあった方が気持ちがすっきりしますね。だから重力っていうのもある程度は大事です。これでもダメじゃないです。悪くはないんですけどちょっと意識して上をスカッとさせる方がすっきりしていいですよっていうことですね。あとやっぱりそう鯉のぼりとかあんまり下に置かないですよね。鯉のぼりってなんとなくこう上にいますよね。
例えば千歳飴の図案とかだと鶴、まあそんな飛んでるの見たことないですけど鳥だからまあ上にいましょうと。で亀だから下にいましょう。ぼんぼりだから上から釣るから上の方にあった方がいい。木のものだからまあ割と上らへんみたいな感じで配置を決めてますね。なんかこれが例えば上に亀がいて下に鶴がいてぼんぼりがなんかこの辺にあったりするとなんとなく気持ち悪い。やっぱりその役割があって、普段例えば空飛んでるもの、気球とか飛行機とかそういう鳥とかっていうのは、まあ、できるだけ上の方に配置しましょう。でなんか下にありそうなものは、まあ、下に置くみたいな感じで、まあ、そんな感じですかね。で考えるとうまく他の人が見た時に気持ちよくなります。っていうのがまあ重力の中に含まれるかなと思います。で内側を向かせる、もうこれはね完全に私の好みなんですけど、こういう図案、人物がね全部内側向いてるんです。内側を向かせるとなんとなくまとまるかなと思ってやってるだけで、これはね別に誰に言われたわけでもなく、なんとなくそうしてます。これは旧小さな刺繍図案、前の本の時の、これ新版なんでリニューアルしてるんですけど、前の時の表紙もやっぱ内側向かせてるんですね。みんななんかこう、この子は向いてないですけど、アリスは向いてないですけど、で新しい図案もなんとなくやっぱ内側を向いてます。でこれもねシンメトリーですね。だから見てるとね落ち着くんです。重力って言って、まあなんか下の方が図案がちょっと多め、上が少なめで左右対称で内側向いてるから、もうこれは結構ねここに書いてあること全部網羅してるんですけど、そういう感じで図案をまとめる時にそういうことをちょっと意識するとすっきり綺麗にまとまります。あとちょっとまあ同じサイズを並べるっていうのは、まあこれ一番最初に作った私の本なんでもう今売ってないんですけど、同じサイズ、まあブローチなんですけど、ブローチにいろんな図案をたくさん刺繍してるんですけど、多分ベタっとした布になんかいろんなサイズの図案がいろんなところにランダムに置いてあるよりも、同じサイズのものがきちっと揃って並んでいると気持ちがいいですね。なのでこういう感じで同じものをたくさん並べるっていうのもありだと思います。同じもので言うとこれなんかがそうなんですけど、これは動物刺繍の本に載せているものなんですね。同じ犬のシルエットで中の柄だけ変えているんです。っていう感じで同じものをたくさん並べるっていうのも見た目としてはすっきり綺麗に見えます。っていうのが割と私が図案を作る上でちょっとポイントにしていることで、同じことを考えている人はいっぱいいると思うし、全然勉強してないので自分で考えて勝手にやってるだけなので、なんかこれが正解とかこれはなんかデザインのなんか勉強の一つですみたいな感じで言っているわけではなくて、ただ本当に私が勝手にやってるだけなんですけど、まあでもなんか自分で並べ替える時に参考になればいいかなと思うので、ちょっとね刺繍が上達してきて自分でアレンジしたいなっていう方は是非こういうことを頭に入れて、図案並べるといいと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。